皆さんこんにちは。こちらはドイツから配信している文化交流チャンネルです。私はアナスタシアです。日本語学を専攻しています。私はドイツでフリーランサーをしているカナです。ドイツには日本学を勉強するドイツ人もたくさんいて、日本の文学や言語が好きな方が多いんですけど、ナスティもその一人で、そうフランクフルトの大学で勉強していたんだよね、はい、今もしてるんだけど、はい、でナスティは学部生を卒業したけど、最初フランクフルトのヤパノロギー入学する人って200人ぐらいいるじゃない。そうです。でも実際卒業できるのは10人っていうぐらい難しいと思うんだけど、そもそもなんで日本学を勉強したいと思いましたか？私はその学校の後にちょっと外国語に興味がありました。外国の文化に興味がありました。ドイツにはそのヨーロッパ言語はよく学校で学びます、勉強しています、だからあんまり特別じゃないです。私は今のチャレンジが欲しいと思ってました、ちょっと日本語を選びました、多分その理由はその昔に日本語と日本の文化がとてもエレガントなことだと思ってました、ちょっと優美なことだと思ってました。なぜかわからないですけど、だって私もそう思う、日本人だけどそう、例えば食べ物とか、デザイン、美術、社会もその日常生活もちょっとエレガントでした。そうね、私もそう思う。イメージでした。それだけでも日本学って難しい専攻じゃないですか。だけどナスタシアはそれでも卒業できたってことはよっぽどな気持ち、努力とか、その忍耐とかあったと思うんですけど、やめたいと思ったことなかったですか？何がそのモチベーションになりました？そう全然なかったです。私もびっくりしましたけど、私は最初から最後までこれはいいことだと思ってました。ちょっと大変なことはコロナでした、その時に日本に行けませんでした、だからこれはちょっとそのモチベーションが一番低い実感の時でした、これは大変でしたけど、ロックダウンもあったし、オンラインだけのレッスン受けないといけなかったしね。でもそのテーマはいつも楽しかったです、その日本語を勉強することもいつも楽しかったです、よかった。日本人と喋るのはいつも、本当よくやるなって思ってました、よくやるなって。そうですね。でも時々もちろん難しいです。でもこれは大学のことですね。で実際卒業はしたけど、今またマスター行ってね、続けてるじゃない、日本学を。そうですよ。っていうことはまだそのモチベーションがあって、目標とかありますか？もっと良くなりたいです。その言語とかその文化についての知識、もっと特別にもっと読みたい、日本語で、その漢字は一番難しいことです。だからその読むことはちょっと集中しています、今。漢字は日本人にとっても難しい。でもできます。私も読めない漢字あるよ、たまに。でもじゃあ頑張ってなさい。はい、頑張ります。これまで日本文学にそれだけ深くね、関わってきたと思うんだけど、その中で特に共感できることとかある？とか、もしくは日本人の視点でこういうところが好きとか、その文化の中で、言語でもいいし文化でもいいし、なんかこう共感できるような。私はその日本の文化について一番多分とても好きなことは、まず実感厳守です。すみません、今日遅れてきました。これは全然問題じゃないですけど、その人だけじゃなくて、例えば電車とか、その
そう大きなこともその実感現象はあります。これはとてもいいと思います。私ここ突っ込みたい。私いろんなドイツ人の友達がいるけどさ、ドイツ人で日本に行きたいという人たちに必ず聞くんですよ。何が一番楽しみですかって言ったら、まず時間厳守をする電車に乗りたい。電車に乗るのが楽しみって言うから、どういうとこ？だって時間厳守で来るんでしょって。あと食事ね、食べ物とそれって一緒。はい、もちろん。その他のことはちょっとスーパーについて話すときにちょっとテーマでしたけど、その他の日常生活で他の人を気遣うことはとてもいいと思います。日本でこれはドイツはあんまりないです。それはそれでいいけどね。それはそれでみんなが同じことするとうまく回るよね。ドイツにいたら私もそう切り替えて、日本にいたら気遣い合うことでバランスね、合わせる。とてもいいことだと思います。ここでナスティは日本人が周りの人を思いやる優しさを強調するあまり、ドイツ人について気を使わないと表現しました。しかしこれはあくまでも文化的な視点の違いによるものであり、実際ドイツではこうした場面でプラグマーティッシュという言葉がよく使われます。この言葉には無駄を省いて効率的に行動することや、感情に流されずに現実的に考えるという一種の賢さや真の強さを感じさせるポジティブなニュアンスが含まれています。これ聞きたかったんですけど、前から日本の歴史上人物で特に好きな人物とかいますか？いい質問です難しい質問ですとか、日本人で一番。そう私は文学が好きですね、だからちょっと平安時代で、日本語で物語を書いた女性が好きです、例えば清少納言とか、紫式部、その源氏物語の作家、これはとてもかっこいいと思います。源氏物語を言いました。はい。でもこれはドイツ語で。ドイツ語でもあるんだよね。すごいよね。翻訳詞がたくさんあります。そうだったんですか。それは初めて知りました。これはその歴史の中にとってもいい、かっこいいだと思います。どういうとこがかっこいい？多分とても古い昔のことですけど、その女性は、なぜかわからないですけど日本語でその物語を書くことを始めました。とても、その文学の世界を変革しました、これはすごいと思います確かにその世界の中に多分その一番早かったの女性でした、女性でね。だからこれはすごいだと思います。なるほど。だからそっか、そのような文学が好きです今まで実際に日本語を話していろんな日本人にも関わってきたと思うし、実際に日本文学や言語を通した経験をたくさんしてきたと思うんですけど、その中で特に印象に残ったこと、感動したこととか、いい影響を与えたことってありますか？そう例えば旅行した時に、一番印象的なことはその会った人のおもてなしでした。例えば、母さんに来て、母さんはちょっと昔の大学の友達と連絡しました、私のため。私はその人に会って全然知らなかった人ですけど、とても優しかったです。一緒にレストランに行ったり、美術館に行ったりしました。その人の家にも泊まることができました。私はとても嬉しかったです。びっくりしました。これはとても印象的なことでした。よかった。でもいい経験になったんだ。嬉しいな。とても良かったです。そういう大学での勉強やそういう経験含めて自分のその世界観っていうのかな、そういうのが変わったこととかある？あると思います。自分を変えたことみたいな。多分ちょっと私の
好奇心がとても強くなりました。性格変わったね。確確かに。私はそう思います。これは日本だけじゃなくて、他の文化、他の国から来た人、とても興味があります。確かに。その人は、例えばドイツ語を勉強するときにとても尊敬しています。これはすごいだと思ってます。だから私の考え方はそうよく考えました。昔まだ日本語が話せなくてドイツ語だけの時、そんなにいろいろ質問してくることもなかったし、そんなねお互いのプライベートの話も全然したことなかったしね。ほとんどね。変わりましたね。そう日本語勉強して日本語話すようになってからいっぱい笑うようになったし、いっぱい話すようになったし、そうね、なんか楽しそう。日本語をするようになってからなんかいつも楽しそうに見える。今回はこのぐらいで終わりにしたいと思うんですけど、もし私たちを応援してくださる方がいたらチャンネル登録もしくは高評価をお願いします。次回話したいことは、ドイツ人が実はちょっと誤解していること、日本人に対して、はい、わかります。これはいいと思います。いつかしたいと思っていたので、今度はその話をしたいと思います。じゃあ、はい、だから次の動画でまたお会いしましょう。はい、アフィダゼン。アフィダゼン、またね。またね。